Listen to me. ムーンドロップスーパースペースシップパルスレビュー。はい、こんにちは。 MD ジャックです。はいです。今回も頑張りますよ。よろしくお願いします。今回はムーンドロップのエントリーモデルで評判の良いスーパースペースシップパルス、略して SSP のレビューです。可愛い女の子がいますね。ジャックさん、愛とどっちが可愛いですか？それ今聞く？そうね、愛ちゃんってことにしておきますか。まあ、私ほどではないけどね。何か言いました？いいえ、何も。名前、なんて言うのかな？後で聞いてみようと。それまでムーンちゃんって呼んでおこうかな。全く。ペットに名前つけるんじゃないんだから、勝手につけたら失礼だよ。はい。今回の SSP はご視聴者様からのリクエストをいただき、私も興味津々でしたので購入してあったんですが、制作予定の都合でなかなか手をつけられず、やっとレビューできました。では早速見ていきましょう。ムーンドロップ SSP は低価格で高音質で評判だったスペースシップの後継モデル SSR の中域と下域を継承しつつ、より迫力があるサウンドを追求したという位置づけのモデルです。音伝導性や硬さが他の金属に比べ優れているベリリウム合金のコーティングを施された振動板は、高い周波数の再現性に優れ、一度見たら忘れない独特のデザインは所有欲をくすぐられます。概要は上にざっくりまとめましたのでご覧ください。まず変わったデザインが目を引きますね。ケーブルをつないでない状態で置いてあったらイヤホンだと気づかないかもしれません。次に質感がいいです。リキッドメタルという素材を使用しているからなのですが、なるほど、こんな特徴があるんですね。小さい割に金属の強靭さとガラスのコードを持っているということなので安心して使えます。肌に触れるので金属アレルギーを起こしにくいという点も良いと思います。大きさはご覧の通りで CCA-CKX が手持ちだとかなり小さい方なんですが、それといい勝負です。そして KZ-ASX との比較は思わず笑っちゃうほど大きさの違いがあります。小さいので装着感は抜群に良く、遮音性が心配でしたが、外で使用してみると特に周囲の音が気になることはなかったです。無線化したらかなりいいだろうと思って試してみたんですが、TRN-BT20S Pro で無線化し、歩きながら使用してみました。BGM 程度に流す分には問題ありませんが、音量を上げて聞こうとした時にすでにスマホ側のボリュームがマックスでまだちょっと小さいという状態になりました。気になったのでピンクノイズのレベル測定をしてみました。ブロン BL01 の測定値 LKFS-16 を基準として他モデルと比較です。ここでの比較は全てダイナミックドライバーモデルです。 SSP は音量の取りにくいファイナル E シリーズと同程度になっていて、なるほどそうだったのかという感じです。ティンハイファイ T2 プラスを外で使用した時も結構ボリュームを上げていましたから納得です。ここではこの枠内に入ってくるモデルは TRN-BT20S Pro で無線化すると使用はもちろん可能ですが、大音量で聞くには適さないということになります。 TRN-BT20S Pro のアンプ性能がここまでカバーするように設計されていないということでしょうね。その他のモデルでは問題ないですから、たまたま見つけちゃいました程度のことです。実際枠内に入っていてもファイナル E シリーズはリケーブル負荷なので該当するのは SSP ぐらいなのですが、有線接続で使用する分にはスマホ直差しでも問題なく納得できる音量で聞けますので、今回は SSP とファイナル EVER2020 の比較にしました。SSP の波形が滑らかで似た印象を持ったファイナル E シリーズから EVER2020 を選びました。傾向が違ったモデルの方が差分が分かりやすいですが、今回は逆に音質変化が少なければ両モデルに似た部分が多いということになるので、それを確かめるためと言った方がいいでしょうね。イヤピは以前はファイナル E タイプを測定時に基準として使用していましたが、最近ほとんどセドナイヤーフィットで聞き比べをしているので、測定でも音収録でもセドナを使用していこうと思います。上の表は両モデルでファイナル E タイプセドナイヤーフィットを使用した時の波形の変化です。今回も小域のピークが少し前にずれてきています。その他の帯域では中域がセドナの方が若干絞られるように見受けられます。音質変化はセドナの方がちょっと明るめになるのと、レベルが 0.3 から 0.4 デシベルほど上がります。では音質比較動画です。
ナレーションが愛のメインになりつつあり、狙い通りの展開になってきました。まったく、何を狙ってるんだか。別に競争してるわけじゃないんだからさ。えへへ、いつかそっち側で喋るための練習ですよ。練習。はいはい。じゃあ今回もよろしくね。はい。では2モデルの波形です。ファイナル E シリーズはこういう波形が多かったんですが、ムーンドロップ SSP もよく似ていますね。高低のレベル差も10デシベルぐらいなので、波形のカーブが全体的に滑らかだということが印象的で、低域、広域のラインの傾きもほとんどなく、フラットに近いという認識です。そして、ベリリウムコーティングを施された振動板の特徴なのか、独特で艶のある質感に感じます。2kHz 以下ではレバー2020が少し出ているように見えますが、曲で聴き比べるとこの差分は感じません。もともとレバー2020があっさり薄味のチューニングですから。そして低域そのものはどちらももわっとせず、両管が SSP の方があるように感じ、どちらもある程度締まって聞こえます。6mm という小口径のドライバーなのに低域の存在感はすごいですね。そこまで低域頑張らなくても十分という印象でしたので、EQ で 50Hz を中心に 3dB ぐらい低域を絞ると印象はさらに良くなりました。そして今回の差分はここがメインになり、 SSP はボーカルが綺麗です。3kHz あたりに小さなピークがあり、ボーカルの存在感はあるんですが、そこまで主張が強くはありません。試しにこのピークを 1kHz から 2kHz あたりを強調するように EQ で調整してみると、ボーカルはもっと前に来るので、3kHz あたりの小さなピークは絶妙なチューニングのように感じます。レバー2020はここもあっさりしていますが、そもそもの質感が全体的にあっさりしているので、この帯域の不足感は特にないように思います。SSP の中高域から高域にかけて少し抜けきらない感じがあったので、付属ケーブルを別のものに変えてみました。高価なケーブルは手持ちではないので BQEYG サマー付属のケーブルにしてみたところ、低域の輪郭がはっきりしてきたのと、中高域から高域の薄いベールが剥がれてかなり抜けてきました。これはもう文句ないですね。効果のあるケーブルを買うとなると SSP の本体価格を軽く超えてしまいそうなので、いろいろ吟味してみようと思います。はい、愛ちゃん、ありがとう。広がり、分離については特に驚くような印象は持ちませんでしたが、ダイナミックドライバーモデルとしては普通レベルというところでしょうか。BQEYG、サマーやショーはテープの広がり、分離が印象的だっただけに、今はどのモデルを聞いても普通レベルという感想になってしまいそうです。とはいえ、価格帯もチューニングも違うので、SSP はまとまりがあってとてもいいです。テレビドラマのセリフとバックの環境音などの再生は SSP もかなり良かったです。前回動画のショーはテープの方が臨場感はありましたが、SSP は鋭く聞こえる帯域も特になく、全体が程よくまとまっており、外観も小さいので長時間の視聴にも使えます。コーティのレベル差が少なめでフラット寄りなチューニングで自然な響き、ボーカルが綺麗に響きますが、少し帯域をずらして存在感を保ちつつ、そこまで前に出ないのがいい。リケーブルすることでさらにポテンシャルが発揮できそう。リケーブルをする前に低域を少し絞るとリケーブルに似た効果が期待できる。ダイナミックドライバーの滑らかな響き方はとてもいい。音量は取りづらいが、あらかじめ認識していれば問題ない。5000円ぐらいの価格帯のモデルとしては文句ないでしょう。最初に手にするムーンドロップのモデルとしておすすめできると思います。また SSP を飛ばしてアリア2に行くのもいいと思いますが、アリア2にはない SSP の外観面での個性は捨てがたいので、どちらかの選択だとすると難しいかもしれません。ちなみにアリア2も入手済みなので近々レビューします。ということで、ムーンドロップ SSP のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。